はい、こんにちは。山下夏実です。8月15日金曜日。今日はね、平塚ビーチパークテトラ西でスキムボードを楽しんでいきました。久しぶりのね、テトラ西スキムということで、波なんですけど、形がとにかく良かったですね。流し波オンリーって感じで、朝から結構楽しんでいった感じなんですけど、こんな感じで、ちょっと朝一はね、まだペラかったりとか、ちょっと波がね、あんまり安定してなかったので、ちょっといろいろ試しながら、タイミングとかね、試しながらやっていく感じで練習をしていった感じなんですけど、形はやっぱりいいので、このラインを探しながら合わせていく感じでやっていってます。で、ちょうど上げ切り前でね、上げたらさすがにちょっと巻かないかなっていう感じがあったので、この時間にある程度やった方がいいっていう風な感じだったので、どんどん走ってやっていってます。この時間はね、西側もサーフィンのレースで、全体的にこの西側周辺は良かったんじゃないかなと思います。こういう感じで、ちょっと最後口が深いけど、少しアクションかけれそうな場所を探しつつやっていく感じです。最後はね、口深いから、そこで攻めすぎないようにはした方がいいかなっていった感じではあったんですけど、その辺ラインを探しつつ、いい練習になるかなと思いました。こんな感じで、スープになっちゃったらトリックかけていく。コンビネーション。そういうのを含めつつやっていく感じです。テイクオフして、これとか先端取れて、しかもエアもかけれて、最後グラブまでいってるから、こういうのはいいね。今の波サイズでそこまでいけたら理想。さあ、これとかいい位置だね。だよね。ナイスライディング。パワーがちょっとまだ、潮がね、上げていってるとはいえ、ペラ目でね、あんまり捕まえきれる感じではなかったので、少しでもこういう風にパワーのあるところを捕まえる練習ですね。こういうのは。でしっかりね、取れたらウェーブライドをね、少し意識して、ウェーブライドできないなと思ったら、無理せずグラブとかトリックにするっていう形で展開していってます。これとかは前に出るそうだね。ただグラブは必要だね。こういう波だと。ちょっと遅れそうだなと思ったら今みたいにグラブをかけていくスタイルが重要ですね。これは最後巻かないからオーリーかけたりとか。流し波の中でもやっぱり種類があったので、今日に関しては。その辺はね、いろいろ試すという点では、いい練習できたのかなと思います。こういうとかにね、こういう風に、スプレーちょっと出してみたりとか、そういうのも混ぜつつやってます。さあ、これ綺麗だね、このギャップ越え。スープだけど、リッピングでスピナーかけて、最後180。いいね、これナイスコンプリートだね。ここで、スピナーかけて、180、そのまま。これはちょっとインサイド。これ詰まっちゃったね。もったいない。いいスプレーは飛んでる。テイクオフして、流し。フロント勝負とかけたけど、これちょっと落ちちゃいましたね。前重視になりすぎたかな。これはやや左側から小波合わせていった感じですね。テイクオフ。これいい加速ついてるね。アップサンドダウン。スリーショビット。しかもホップ高い。これベストかな多分今日の中でも。これちょっとフレームアウトしちゃうけど。多分今のがベストのライディングですね。他にもほらこういう風な感じで流したりとか。いろいろその波に合わせたバリエーションを試していくって感じですね。これとか最後180コンプリートですけど。この辺やっぱいろいろ試せるっていうのは、こういうちょっとややマシンウェーブ的な感じで、同じあたりで入ってくるテトラ西の流しならではの特徴ですね。これはいいね。やっぱりこのギャップというか、手前にやっぱ段になってるところにうまく合わせたい感じですね。そこをどう攻略するかっていうのがすごい重要ですね。僕の場合はやっぱりエアでコンプリートするのがメインですね。さあ、これいいね。し
しかもこれ先の波に合わさってるから、形が最後まで綺麗でしたね。最後スリーショビット。いいね。ターンして、パンプで、これはちょっと先がないから、何もできずです。トリックかけれる加速があればよかったね、これは。そう。でもうちょいパンプでしっかり加速できてるとか、もうちょいターンの時加速できてればよかったかな、今のやつは。さあ、うまい。これはスリーショビット。いいね。ちょっと回し方は強引だったかもしれないけど、かける位置がいいね、このスリーショビット。このタイミングでかける。さあ、ちょっと軌道修正してターン。いいね、これスプレーも飛んでるし。ハイクオリティ。そう、インサイドとかも試しながら、あえてインサイドまで引きつけたりとか、あえてアウトに早めに出てみたりとか、その辺もちょっと試しながらやっていった感じです。で、この辺りの時間からね、ちょっと塩が上げてきてね、フェイスはこんな感じであるんだけど、ちょっと最後の巻きが甘くなってきたんで、少し苦戦します。でも結構いい感じに乗れてたかな。波にも慣れてきて、この辺の時間はちょこちょこ乗れてる感じです。うまく選びながら結構乗れてんじゃないかなと思います。こういうのもいい位置で当ててるしね。リッピングでスピナーかけて、スピナーというかエアー系ですね。どっちかというと180っぽくターンしました。さあ、テイクオフ。これちょっとコナミをインサイドで合わせる感じです。グラブするかな。ワンアクションですね、これは。そうですね、今みたいにちょっと先が続いてそうだったらワンアクションかけるのがいいですね。これはややスープですね。一応ね、今日はスープも巻き直す可能性があったから、ちょっとスープにも当てたりとか、こういう感じで前出れる可能性もあるしね。最後スリーショビットまで行って、これいいね。そういうのもあるから、しっかり、スープでもいいから当てるのは意識しました。これはスピナー。いいね。さあ、これはグラブして、前手グラブして、コンプリートですね。スピード落としながら。さあ、これちょっと間に合いにくいけど、グラブして前出る。いいね。やっぱグラブして加速できたらね、こうやってギリギリだけど前出れたりっていうのがあるんで。今のワンティもいいね。かなりインサイド引きつけてもね、のりしろがある感じで、そこは積極的にトリックとかウェブライトまでつなげられる波ではあったのかなと思います。さあ、このターンもいいね。ちょっとテール出しながらターンして、コンプリート。さあ、これはちょっとパンプするしかないね。そうね。波がなかった。さあ、これいいね。これもいいんじゃない？ちょっとスタイル出したターン。軌道修正して、グラブ。これいいね。この軌道修正がうまい。今の。さあ、これもやや軌道修正して、スープ気味なところでリッピングスピナー。いいね。まあ、今のだったらまあ先端でもいいかな。さあ、これは最後ワンアクションですね。流して。かなりいい感じに何本も乗れてる感じでね。ただね、こういう風に最後ちょっとえぐい波も増えてきちゃったから、ちょっとこの辺はね、いろいろ試してるんですけど、少し苦戦してます。でね、ちょっと、ここでね、西の方ですね。サーファーが集まってるピークの方に行ってみて、ちょっと波チェックしてきたんですけど、こっちね、サイズは拾ってたけど、ちょっとパワーというか、最後の巻きが甘かったんで難しかったですね。こんな感じでちょっとトリックかけながらね、セットは待って見てたんですけど、なかなかちょっと難しくて、これちょっと見えづらいけど、これ一応スープなんですよね。これがもう本当に唯一まともに乗れたやつぐらいで、あとは全部こんな感じでほとんど曲がない感じだったんで、サイズはあるんですけどね。でもいずれはね、なんかできそうな感じがあるんで、チェックはしといた方がいいかなっていう感じでした。なのでね、こっからまた、テトラ西に戻って練習していきます。さあ、これもいいね。ちょっとスタイル出したターン。やっていこう。から、ちょっとえぐい。そうですね。ちょっと飛ぶタイミングがつかめなかったですね、今のは。
そう、飛ぶタイミングがね、微妙につかみづらかったんですよね、この時間。さあ、ワンアクションかけてコンプリート。テイクオフから、これは少し待ってあげてグラブですね。波が整ってなかったね、今のは。少しこの辺はね、ちょっと飛ぶタイミングに苦戦してるんですけど、しっかり今みたいに波前出ることを意識します。スリーショビット。一瞬落ちたけど、すぐリカバリー。この辺は引きつけてちょっとエアーを多く試してる感じの時間です。これ悪くないね。インディーグラブ。サイドウェイから流し。スリーショビット。これコンプリートしたかったね。惜しい。さあ、フローターで最後前出る。いいね。ボードスライドも入れてる。いいね。前手グラブ一瞬してコンプリート。そう、この辺はね、インサイド引き付け系がメインの波だったので、引き付けてもしっかり加速できるように意識しました。今のもいいね。スープでターンして、リッピングターンして。これはパンプ、ビッグスピン。いいね。ナイスコンプリート。今のもちょっと前出にくそうでしたけどね。しっかりコンプリートしました。かなり斜めにね、こう上から見るとわかると思うんですけど、入ってきてくれてるんで、面白い波が入ってきてるんですよね、この辺。さあ、このエアやばいね。ダブルグラブ。着地まで結構綺麗にいってる。あれで、あとは波の前出れたら完璧ですね。さあ、ターンして、オーリー。インサイド。一瞬フローターのボードスライド入れて、コンプリート。しっかりね、セット、コナミ、その辺しっかりね、分けながらというか、見極めながら両方練習していく感じでやっていってます。さあ、インサイドかなこれは。スープでしっかりターン。そう、傾斜をね、しっかり利用しできる感じだったので、結構初速がつきやすかったかなと思います、テトラ西。そのね、初速を利用するには、今ウォーターで置いたんですけど、基本はやっぱサンドで置くようにした方がいいかなと思います。さあ、これいいね。綺麗に横走ってきましたね。波ちっちゃいけど。そう、しっかりこれ、前出れてる。これ結構いいんじゃないかな。クオリティとしては。これもいいね。しっかり。合わせ方がうまい、これは。実際チューブがあったら最後あそこでグラブしてチューブ入りたいですね。さあ、フロントショービット。さあ、いいタイミング。サンドから、いいね。これはね、ちょっとスープだったけど、タイミングとしてあって。さあ、エア。この辺はちょっとエアも試しつつですね、やっていってます。これ今いいね。好みだけどしっかりコンプリートしてる。サイドウェイ。これはちょっと難しいかな。すぐスピナーかけて、スイッチでコンプリート。この辺の時間はね、ちょっと風が入り始めてね、だいたい10時ぐらいだったんですけど、少し難しめになってきていた時間ですね。さあ、ちょっと一瞬軌道修正してターン。そう、この波面のよれがね、結構はっきり出てたので、この辺は当て方とかいろいろ気にしながらやってます。今のもいいね、テール出してターン。ちょうどね、潮の引き始めと風が、うまくマッチしちゃって、どんどん波が消えてっていた時間だったのでね、少し難しかったかなといった印象です、この時間は。まだこの時間ね、ギリギリ板を置けてるぐらいなんですけど、この後ね、結構強まりました、風。でも、そういう波でもしっかり、この横に走れるところを探してやっていく感じです。このやっぱコナミで乗れるかどうかっていうのはやっぱ大会ですごい重要なポイントになってね、勝敗に左右されるんで、こういう風に難しいとこでもエアーとかトリックかけてみたりとか、スプレー出すターンやってみたりとか、
コンビネーション、そういうのができたらいいのかなと思って、この辺だね、意識して練習していってます。こんな感じで、久しぶりのテトラ西、今日はスキムオンリーでしたけど、いい練習ができました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。